はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回12月末までの気をつけることという動画でなんとなく年末までの流れを説明したので、その中の10月末っていう今っていうところを見ていただくとより一層活かしていただけるかなと思います。それからこのカペラノートご予約いただいた皆さん本当にありがとうございます。こちら今回はですね、いつもねカードを引くときに星の話を先にちらっとさせていただくんですけど、1ヶ月ごとのエネルギー解説たっぷりと今回は入れています。でまた新月のワークっていうのも入れています。今回の新月はこういうエネルギーだからこういうことしたらいいよみたいなこともたっぷりと載せていますので、もし製本版をねお持ちになりたい方はぜひ受賞化までにご予約お願いします。そしてノートはいいです。星の情報だけという方はぜひ PDF 版がありますのでそちらもご検討ください。 PDF には PDF の実は特典を考えていまして、さっきのねこのノート版はこのスプレッドシート、どういうふうに置いてるかっていうスプレッドシートとか星の情報が載ったキーワード集とかをプレゼントするんですけども、 PDF はね情報なので情報でより盛りだくさんのものをお届けしたいなとは思っています。またご案内させていただきます。すいません長くなりました。じゃあ10月末行きましょう。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。カップキング逆、ペンタクスの5、カップ9、女帝、ラバーズ、ワンド三逆、タワー。気をつけることは、対策はソードの5とソードの4逆とオラクルは何でしょう。お月さんです。強いですね。10月末。まず10月末の中でねエネルギーとして強いのはやっぱり10月17日の満月になります。この満月っていうのは9月18日のね満月から10月3日の日食があり、そしてこの10月17日の満月ということで月食日食を踏まえた上で次満月で完成っていう感じがあるので、非常に強い何かのいい区切りになるんじゃないかと思うんですね。で魚座の皆さんにとってはご自身の価値とかね、お金のことに関してとか自分の感覚っていうものがこれで正しかったとか何かそういうところに刺激が来るんだろうなとは思うんですけども、とにかく何かとピークが17日だと思っておいてくださいね。でカードで見た時になんか楽しいことありますか今なんか嬉しいことってありますか？すごく楽しそうな感じが雰囲気がすごくしてますよ。ぜひよかったらコメントで教えていただけたら嬉しいんですけども、その今ご自身の中に始まっているちょっと楽しみなこととか嬉しいこととか、ワクワクみたいな、なんかそういう楽しいことがあるドキドキ感って感じがすごくします。でこれはどうなんだろうみたいな、なんかまるで恋愛をしている初期の頃みたいな感じかもしれませんね。だんだん相手のことを知れて嬉しいとか近づいていけて嬉しい、相手も思ってくれて嬉しいみたいな、そういうなんか膨らんでいってる喜びやドキドキや可能性っていうのが膨らんでいってる状態でも同時にこれって本当に大丈夫なのかなとかいつまで続くのかなみたいな、そういったドキドキもあるっていう感じがします。ちょっと見てみましょう。入り口がカップのキングなので今何かその関わってらっしゃる人とか人のことを本当に信用していいのかなっていう感じかもしれませんね。よくしてもらってると思いますよよくしてもらってると思うんですけど、なんかそんなに全面的に信用していいのかなっていう感じがします。これは対人関係だけじゃなく今お仕事でももしかしたらどこかの病院にかかってる先生の話だったりとかアドバイスをもらってる選手との、自分より要するに専門的な知識があるとか立場的に上とかそういう方の先輩であるとかね、そういう方の意見をどこまで取り入れていいのかなっていう感じがあり、なぜかっていうとそんなにすぐに物事が今決めたからこうなりますみたいなそういうことじゃないがゆえに、その人のその人のなんか見解というものを完全に受け取ることができないみたいな感じ。例えば
もしご自身がちょっと調子が悪いんだみたいな、どこか調子が悪くて、でも病気ってほどでもないんだけど、別に手術するほどでもないんだけど、どこかちょっと調子が悪かった時にいやもうこのまま進行していったら危ないからこうしといた方がいいですよみたいなことを言われるみたいなね。でも実際進行するかどうかもわからないし、その対処法が効果的かどうかもわからないしみたいな感じでのちょっとした戸惑いがあるのかなと思いますが、ちょっとこれ後で見てみましょう。ただ何の意味があるんだろうな、その人との出会いはって感じもしますし、ただちょっとね、最近起きたことで嬉しいことって何なんですかね。少し前にすごく思っても見なかった喜びがあるとか、嬉しい出来事入ってきましたか？何が嬉しかったのかなって思い返してみてほしいんですね。で、ありましたよ、嬉しいことありましたよって方はぜひコメントで教えていただきたいですし、そのエネルギーをもう一回思い出して、体感を思い出してみてほしいんです。で、何もなかったけどなって思う方も多分何かはちらっとあったと思うんで、その一瞬の喜びをもう一回ピックアップして感じてみてほしいんですね。で、それなぜかっていうと、その喜びが自分をとっても豊かにしてくれるし、自分を緩ませてくれるし、次の可能性を見せてくれるんだよみたいな感じで言われてるんです。で、今若干ちょっとその誰かに対しての疑いの気持ちや、それを受け取っていいのかどうかっていうふうに思っているんですけども、なるほど、それはね、なんかなぜかって言ったら、そこまでの価値は自分にないんじゃないかって思ってるって感じがしますね。どうですかこれは。例えば、なぜか今回は、恋愛の例え話をすると、もし誰かいい人と出会いましたとか、ちょっとよく思われてる人がいますってなった時に、嬉しいし、そんなんかいいんですかみたいな感じあるかもしれないけど、でも本当の自分を知ったら去っていかれるとか、何かそういうちょっとそこまで自分は相手が思ってるほど魅力的な人じゃないみたいなね、自分の持ち合わせてるものっていうものを自分であまり認めようとしてないって感じがしますね。で、これは別に恋愛だけに限らずですよ。もしさっき言った体のこととかに対しても、自分で自分の体のことをだんだん信じられなくなってるみたいな、もう年だからきっと無理だとか、なんか自分の内臓だったりとか細胞だったりの強さっていうものを自分で信じないみたいなね感じで思っている感じがしますよ。でもすごくいい、実はすごく自分の体に合うものが見つかったんだとか、なんかね、喜びのエネルギーで本当は震えていいはずなのに構えてるって感じですかね、これは。いやー、ちょっと突っ切っていきたいですね。なんか怖い怖いってなって、その喜びのこのまま喜びを感じ続けたらいつかこの喜びがなくなるんじゃないか、そしたらもう立ち直れないみたいな感じになって、ちょっとこれでやめときます、もうここまでで十分ですみたいな言いたくなるかもしれないですけども、その喜びをもう受け取って 100% その喜びの中にどっぷりと入ったら、次の世界が見えてくるんですね。今まで自分が見てた小さな自分像ではない、こんなに喜びを感じられる自分というものにまた変わっていきます。バージョンアップしていく感じがあるんですね。だから何かしらの大きな気づきがありますよというふうに言われているんです。で、これは何もなんかダメになるとかトラブルっていう意味だけではないんです。ここまでの要するに自分を許すことによって新しい可能性が見えてくるよって、新しい世界観が見えてくるんだよってなった時に、うわー、私ってこんなだったのみたいな、なんかそういう知らなかった自分を知ってびっくりするとか、まあまあいいと思っていたけどこんなに自分って小さなことにこだわってるんだとか、なんかそういう大きなね気づきがあるようです。自分っていい人だと思ってたのにこんなにずるい人だったんだとかいうこともあるかもしれないし、いい意味で自分を振り返れる感じがありますね。そして全体を通して言われているのは、やっぱりお月さんのカードっていうのは不安なんですよね。この先がどうなるの、大丈夫みたいな、そういう不安があるけど、だからといって止まらないでくださいみたいな、もう突っ切っていってくださいって感じがすごくします、私は。ちょっとね、お仕事のことを見させてください。仕事ね。10月の23日以降は自分の専門性を磨いていくとか、もっと遠くに行くっていう可能性もあるので、10月23日まではね、その誰かとの信頼をつないでいくっていうのがあるのでね、見えないものを信じていくとか、すごくいいテーマですよね、まさに今ね。で、23日以降はそんなこと考えてても仕方ないわとか、ちょっと自分の視点が上がる。そして
前も言いましたけど、違う世界を見てみようみたいな感じになったり、意識がすごく上がるので、多分感覚変わってくると思うんですね。専門性を出していくとか、遠いところに足を伸ばしていくっていうのもありますからね。お仕事、バンドの2、カップ6と女帝出ましたね。お仕事はこれ以上進むかどうするかっていうのをすごく考えますね。でもなんだかやっぱり楽しいことがあるって感じがします。仕事においてもすごい辛くて悲しいっていうか、もう大変すぎてもう体ボロボロみたいな、そんな感じは全然ないです。自分の感情が満たされるのかどうかっていうところで判断した時に、やっぱりあんまり無理したくないなっていう気持ちあると思うんですね。それでちょっと控えめになっていたりとか、あんまり無理しないとこうと思ってると思うんですけど、そのままいけます。要するに無理せずに、自分の感情をちゃんとキープしたままお仕事続けられますよというふうに言われています。でどちらかというとお仕事ちょっと美味しい思いをするというか、ちょっと嬉しいなんか嬉しいことがありそうですよ、お仕事を通して。全然予測してなかった何かの自分の仕事の功績がすごく良かったから褒められるとかではなく、全然違うところで自分のことを褒められていたということに気づいたり、そんな話を聞いたり、その仕事で関わってるその内容だったりっていうのが意外と面白いなというふうに思えたりとか、意外と自分の中にある余力だったりとか、仕事を楽しめる余力だったり、何か可能性、こうすればもっとこの仕事広がるなみたいなことだったりとか、まだちょっとそれは現実的というよりは自分の中で考えていることだと思いますけど、そういうね、なんか膨らんでいく感じがあります。だからこそどうしようかな、現実的には進もうか進まないかどうしようかなって思ってるけど、今のままキープしていけそうですよ。ちょっと人間関係見てみますね。ソードのクイーン、ペンタクス10、カップクイーンということで、人間関係においては何かこれまでの家族のような付き合いだったりとか、もしくは本当の家族だったりとか、家族のような付き合い、もう家族のようになってるよねっていうような感覚の人たちとはすごくうまくいきますね。ただ少しちょっとだけなんかナイーブになってる感じもあるんですね。なので全然そんなつもりはないんだけど、相手のあら探しをしてしまいそうな感じもあります。証拠探しというか、本当に私のことを大事だと思ってくれるならこういう風に言ってくれるんじゃないかなとか、こういう風に手を差し伸べてくれるんじゃないかなみたいな、そういった期待があり、そうじゃなかったらもういいですみたいな形で静かに背を向けるみたいな感じがありますので、そうね、人間関係に関してはちょっとあまりその他者に期待しすぎないっていうのがいいような気がしますよ。今ある幸せをちゃんと見てねって感じがします。なんだかさっき見てたのは最近起きた嬉しい出来事だったりとか、人間関係においてももしかしたら嬉しい出来事があったのかもしれないし、ちょっとワクワクっとするね、これは人間関係なのか仕事なのか何かわからないですけど、もしそれはどちらかというと新しいことなんですよね。で今人間関係どうっていうふうに見たら、要するに時間をかけて作ってきた関係性、家族だったりとか家族のような長い付き合いの人たちとの関係性っていうものに少し疑問を抱き始めていたり、逆に期待しすぎていたりっていう感じがあるんですね。なのであまりそこは相手に期待せずに、自分もあまりナイーブになりすぎずに、程よく関わってください。変に背を向けすぎていいや、もう分かってもらえならいいやって言って変に背を向けすぎて、チャンスも理解し合えるチャンスっていうのもなくすのももったいないし、ちょっとでも引いてる感じがあるので、本当の感情っていうものを彼らに見せていいのかっていうところを気にしてそうですね。ちょっと見てみようかな。
どっちでもいいです。見せても見せなくてもっていうのは、一番大事なのはやっぱり魚座の皆さん自身がバランスが取れて精神的に落ち着いて過ごせることなので、こう相手のために自分をもう傷ついてもいいからこうするとか、そういうのはもうなしにして、もう戦略を立てることもしなくていいし、自分が幸せになるためにそれを一番の優先事項として他者と関わっていってください。なのでもうこの人ちょっともういいなと思ったら、もう別にいいやって言って背を向けてもいいと思います。さっきちょっとそれはチャンスもなくすって言いましたけど、本人がそうしたかったら全然そうしてください。はい、そんな感じかな。そしてちょっともう一枚見てみます。ちょっと他の星座のさんのとこでもお話ししてるんですけども、大体いつもこんな風に全体像を見て、そして仕事のこと見て、人間関係のこと見てっていう風にしてるんですが、もしその恋愛だけに特化したリーディングを希望される方いらっしゃれば、希望っていうことでコメントに書いていただけますでしょうか。そしたらちょっと考えます。試しにやってみようかなって感じもしてます。どれぐらいニーズがあるか分かりませんけどね。ちょっともう一枚最後に引いてみます。10月末の魚座さんですね。はい、これが出ました。どうですか？このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんも直感を信じてメッセージ受け取ってみてください。何かこう感情的に自分が飢えていた、枯渇していたものがあったかもしれませんが、ちゃんと実はそこにオアシスあるよねっていうことで、何かが満たされるような気がします。自分はこれから砂漠を行くのかみたいな感じで、どうしよう誰も頼る人がいなかったらとか、この先大丈夫みたいな、そういった不安っていうのはあるかもしれないんですけど、全然大丈夫です。ちゃんとオアシスはあるって感じ、でその感情にちゃんと向き合っていくことですごく大きなことに気づけるよっていうふうに出てるので、もし何かしら喜ばしいことがあったら、その喜ばしいことをもう一回思い出して、その嬉しい波動を自分にもう一度体現させてあげて、どっぷりとハマってほしいですしね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよとか参考になりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えてください。ではまた次回、10月末ぐらいまでにね、次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。